皆さん、こんにちは。カメラマンの原亀です。よろしくお願いします。チャンネル登録いただいた方、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。今日のテーマは、ガンプラの撮影について語りたいと思います。私はですね、バリバリガンダム世代でして、人生で一人で初めて行った映画は、機動戦士ガンダム愛戦士でした。当時ですね、ガンダムはなかなかの、流行り物でして、まあ、みんなこぞってですね、ガンプラを買っておりました。私もですね、まあ、当時ネットはありませんから、携帯電話もありませんでしたし、今のように携帯で Amazon で購入するなんてことはできませんでしたので、当時ですね、父親の仕事の関係で3年間だけ福岡に住んでおりまして、天神にですね、プラモデル屋さんがありまして、よく自転車で買いに行きました。まあ基本的にですね、あの当時もガンプラって売ってなくてですね、300円の144分の1のガンダムなんて見たことがありませんでした。で、だいたいジムかボールしか売ってなくてですね、悔しい思いをしまして、まあ発売日過ぎちゃうとですね、まあほぼありえないぐらいに入荷がないんですよね。で、再入荷なんて話もですね、当時携帯電話もありませんでしたから、まあ家の黒電話でですね、お店に電話してありますかなんていう話をして、まあ大体ありませんって言われてですね、まあ商品買えなかったことを覚えています。当時ですね、まあ自転車に乗って30分ぐらいですかね、かなり遠い距離をですね、小学校3年生の、原くんがですね、ジオングの発売日に144分の1のジオングを購入しに行きました。で、めでたくですね、お小遣いを握りしめていって購入できたんですが、帰りにですね、土砂降りになりまして、自転車のカゴに入っていたですね、ジオングの箱がですね、濡れに濡れてですね、どんどん溶けていくっていう現象を見まして、悲しかったことを覚えています。まあ中身はプラモデルですから大丈夫なんですけれども、やはりですね、やっと手にしたジオングの箱がですね、溶けていくのはですね、小学生の僕にとってはかなりショックでした。まあそれぐらいですね、ガンプラにはかなり思い入れがありまして、まあ私ですね、未だにですね、大人になってもやっぱりガンプラを買ってしまう、そういうですね、衝動に駆られます。最近ですね、特に、まあマスターグレードのプラモデルですね、品薄みたいで、まあヨドバシカメラみたいな量販店に行ってもですね、なかなか棚の上にですね、並んでいないという不思議な現象が起きてますけれども、昨日もですね、ちょっとヨドバシカメラを覗いたんですが、マスターグレードのガンダム 2.0 が3個ぐらい置いてあっただけっていうですね、当時をかなり思い出すような、状態になってますね。で、今回はガンプラなんですが、まあ、今回からですね、何回かに分けてガンプラを取り上げます。スタジオ撮影ですね。まあ、商品撮影の、まあ、ランキングというかランクからするとガンプラは、まあ、反射も激しいわけじゃありませんし、対してですね、難しい被写体ではありません。で、まあ、よくですね、皆さんですね、白い箱を買いたがると思うんですが、よくです撮影用の白い、まあ、撮影セットみたいなのが売ってるじゃないですか。まあ、こちらになります。まあ、これをですね、まあ、購入していただいて、まあ、撮るのはいいんですが、あれもともとですね、ジュエリーだったり、真珠だったりですね、ああいう細かいものですね。そういうものを撮るための箱なんですよ。だから、ちょっと複雑な形をしたガンプラにはですね、実は本当はあんまり向かないんですね。まあ、背景を黒に差し替えると、まあ、白で囲った分の相殺と言いますかね。黒い部分、シャドウ部分と白い部分の相殺が起きて、比較的見やすくはなるんですが、やはり白背景で白バックで、白で囲ってしまうと、色がまず白くなります。ですから、あまりですね、商品撮影の時にあれを使うのはよろしくないと思うんですよね。で、なおかつですね、あれを使うことによって、まあ、自分で難易度を上げてしまうと言いますか、ガンプラを撮りづらくなってるんですよね、逆にね。で、動画を撮る場合にはライトで撮れば、比較的ライトって商品に馴染みますんで、見た目と同じように撮れるんですけど、まあ、写真にするとですね、ちょっと難易度が上がっちゃうかなっていうところですね。そういうのをちょっと
実体験をですね、実体験というか、実地をですね、お見せして、どういうふうに、ライティングするかっていうことですね。そこを解説していきたいと思います。スタジオに入りますと、なかなかですね、その、スタジオの中の門をくぐらなければ、撮影方法というのは教えてもらえません。結構ですね、教本で、スタジオライティングの、本が出てますけれども、実は、あれは肝心なところは全部書いてないんですよね。セッティングを、書いてあるんですけど、ここが核だ、ここがコアだっていうところはですね、実は書いてないんですよ。それはその通りで、1200円とか1300円とかですね、もしくは2500円とかそんな金額で、その飯の種をですね、オープンにして、これどうぞっていう人はほぼいません。そこのスタジオであれば、そのスタジオならではの撮り方とかありますから、その撮り方をやすやすと人に教えることはありません。それとですね、あと個人の方が長年研究してきた撮影の方法を、そんなたやすくですね、人に教えたりすることはまずありません。それがですね、門外不出の撮影方法として大体代々受け継がれて、それが飯の種となっているところが結構あるんですよね。ところが私はもうスタジオから結構身を引いてしまっていますし、スタジオ撮影の仕事はほぼやってませんので、撮り方はもちろんわかるんですけれども、それを利用して、撮影でお金をいただくっていうことはやっていませんので、私がちょっと暴露してですね、暴露って言い方はわかんないんですけど、反感買わない程度にやってですね、ガンプラは、被写体としては難易度は低い方なので、この撮り方はこういう感じで撮ってますっていうことをですね、説明できればなと思います。写真っていうのはですね、トーンの連続なんですよね。ですから背景を飛ばして真っ白にするよりは、やはりグレーから白へのラティチュードっていうんですけど、グレーの表現領域を使ってうまくトーンをつけてあげることが基本だと思います。ですから、白で飛ばすことは、そういう撮影もあるでしょう。白で飛ばす撮影もあると思いますが、そればかりではなくて、基本はやっぱりトーンをつけてコクを出すという撮影が基本になります。商品撮影の場合は、反射角をうまく利用して、トーンをつけてあげることが基本となります。よくですね、ガンプラの場合は、コンテストがありますね。写真コンテストなんてあるんですけれども、皆さんですね、力作揃いですごくレベルの高いガンプラを作ってると思うんですけれども、基本的にやはり撮影がそこに追いついていないということが大半だと思います。その撮影までバッチリだったらですね、やはりもっと上位に食い込むんじゃないかなっていう作品も、私は本誌を通して結構見たりしますね。これ写真で損してるなーっていうのがありますんで、ぜひですね、ここから何回か分けてですね、ガンプラのいろんなシチュエーションで撮影をやっていきたいと思います。で、私の撮影が完璧だというわけではなくて、人それぞれさっきも言いましたが、撮り方が違うんですよね。だから、題材の本を見て同じように撮りますと、分かりやすくそういう方法を撮りますけれども、こう撮ったら完璧ですとか、そういうものではありません。ですから、参考にしていただいて、同じように組んだら、こういう撮影ができますので、ここからはアレンジしてくださいというスタイルでやっていきたいと思います。
で、特にですね、最近は塗料が良くなりましたよね。僕らの時は水性カラーとかミスターカラーが主流でして、別にそれが悪いってわけじゃないんですけど、まあ、ガイアカラーだったりですね、フィニッシャーズカラーとか言われる、まあ本格的な塗料ですね。そういうものもたくさん出てきて、本当に今はいろんなツールができまして、まあガンプラを作るのには最高なんじゃないかなと思いますね。まあガンプラだけじゃなくて私はスケールモデルもやるんですけれども、まあ大人になるとなかなかですね、プラモデルをやる機会が、時間が取れなかったりするんですよね。まあでも、まあやっぱり作ってて楽しいので、まああんまりやりすぎない程度には、たまにやろうかなと思ってますね。あと、エアブラシですか。その辺の文化もですね、昔、僕が小学生の時は筆塗りでしたから、まあ、水性カラーの筆塗りでして、まあ、厚く塗りすぎちゃって全然乾かないなんてことはよくありました。で、まあ、指紋がついちゃったりですね、デカール貼るのが下手だったりですね、一番最初はそうやってやってったんですけども、まあ、長年やってるとですね、これが不思議なもんでなかなかね、見れるような作品が作れたりするようになるんですよね。そうすると、どうしてもやっぱり表現をするためにはネットに載っけたりとかして、まあ自分の作品をこう公開して褒めてもらうっていうのが主体となりますよね。そうするときにはやはり写真だったり映像だったりそういうものが必要になってくると思います。